島国であり、近くに中国、ロシア、オーストラリアなどがあることもあり、相対的に小さな国というイメージを海外の人々から抱かれることが少なくない日本。日本ではよく、北海道にある都市の距離が意外と離れていることから、北海道は九州と四国を合わせたほどの面積を有していて、本州でも東京と大阪を余裕で包含できるサイズであると比較されます。例えば、東京から名古屋までの直線距離は、札幌から釧路の直線距離とほぼ等しく、北海道本土の最西端である瀬田名付近が大阪、根室市街が銚子の犬吠埼と似た距離になります。首都圏及び関西圏と比較しますと、北海道根室付近が千葉、北海道釧路付近が横浜、北海道稚内は、なんと能登半島を越えてしまいます。そして千歳、新千歳空港付近が名古屋、黒松内付近に京都、八雲付近に大阪、瀬田名付近に神戸となり、意外と大きいことがよくわかります。日本の国土面積は約37万8000平方キロメートルで、世界各国が占める陸地の面積の中で、日本の国土はわずか 0.28% と、実際に大きな国というわけではありません。ただそれでも、本州は島として世界第7位の大きさがあり、イメージのような小さい国というわけでもないようです。日本の大きさがよくわかる比較として、ヨーロッパ地図の上に日本の地図が重ねられている画像が紹介されており、コメント欄には各国から驚きの声が殺到していました。その一部をご紹介しますので、ご覧ください。日本はかなり縦に長い国なんだな。日本がこんな巨大だとは思わなかったよ。日本の形が大きく見せてるってのもある。日本はイギリスの面積の 1.5 倍だからね。そして面白い事実をもう一つ。日本はイギリス本土のどの地域よりも南にある。でも実際に行った時はそこまで巨大に感じなかったわ。高速鉄道で旅してたからだと思うけど。日本とヨーロッパ関連の話題といえば、日本代表をユーロビジョンで見られるなら、俺はいくらでも払っていいぞ。ベビーメタルを送り出せば圧勝だろ。日本はドイツよりもやや大きい。だけど、人が住める地域は国土の4分の1しかない。アイスランドの果汁地面積も国土の 20%。だけど、山が多い国の利点は豊富な淡水なんよ。日本にはものすごい量の淡水がある。だから、干ばつに見舞われることがまずない。いや、アイスランドは間違いなく 20% もない。実際にはそれよりはるかに少ないぞ。日本は水が豊富だけど地震も多すぎる。択捉と国後の姿が見えないが、個人的には思ってたより小さいかも。でもほとんどの人が太平洋側に住んでるわけでしょ。人口密度がとんでもないことになってそう。日本は確かに想像より大きい国だけど、あのサイズにしては人口多すぎだとも思うわ。よく日本の人口減少が話題になるけどさ、それでもノルウェーとそこまで大きさが変わらなくて、人口は25倍ってことを忘れちゃいけないと思う。日本をヨーロッパの隣に引っ越しさせられないの？そしたら最高なのに。ヨーロッパ以外の国家で圧倒的に好きな国だし。
それはさすがに無理だろ。ユーロビジョンに出演させるために、オーストラリアをヨーロッパ扱いにはしてるけど、ただ、イギリスを日本に切り替えることは可能だ。おお、それいいアイデアじゃん。日本人は、ほんといい人ばかりだしね。彼らとしても、こっちへの移動は問題ないと思う。西洋のスタイルが好きな人も多いし、逆にヨーロッパにも日本かぶれじゃない東洋のスタイルを愛する人が多いしな。大きいけどスリムって印象。どこの地域からでも海に行けるじゃん。ちなみに首都圏という限られた地域だけでもオーストラリアと同じ規模の人口がある。これくらいの規模の島や国の言語が日本語という言語で一つにまとまってるのがすごい。島国の多くは言語的な多様性が高いからね。パプアニューギニア、アンダマン諸島、台湾、それからオーストラリアもそうだ。一つの国家としてまとまってなかったから。それで部族ごとの言語が残ったんだ。日本のように広範囲にわたる文明は言語の多様性を確実に減少させるね。アイヌ語と沖縄語の影響が現地で薄れて日本語に取って代わられたように、フランスやスウェーデンより小さく、ドイツ、フィンランド、ノルウェーより若干大きい。ヨーロッパの大きな国と同じくらいってこと。ただ、日本の場合は人口がかなり多い。俺の国の風景が北海道くらい素敵ならな。でも、北海道には風車がないじゃん。どこに行っても風車から逃れるのは不可能だ。文字通り、どこにでもあるからな。北海道は日本で最も風力発電所の数が多い。あと、オランダ式の風車は日本にもある。さくら、千葉にある風車はオランダで製造されて、今では日本とオランダの親善の象徴になってる。正直、日本がこんなに巨大だったとは想像もしてなかった。なるほどね、納得。日本やイギリスのような小さな島国がよく大帝国になれたもんだって不思議に思ってたんだけど、実際にはそこまで小さくはなかったんだな。最後まで見ていただき本当にありがとうございます。北海道はでっかい道と思う人は高評価ボタンを押してください。また今回の話題について思っていることがあれば気軽にコメントしてください。面白い話題をまた探してお伝えしますので、チャンネル登録も忘れないでくださいね。